皆さんこんにちは、こんばんは。オトマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です。イエーイはい、今日はですね、何をするかと申しますと、自分のおしゃれスタイル、自分のスタイルの見つけ方ということでね、お話ししていきたいと思います。これは私なりの見つけ方ということですので、少しでも参考になったら嬉しいです。もしよかったら最後までご覧ください。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしております。もし気に入っていただけましたらば、高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。自分スタイルの見つけ方ということで今日はお話しさせていただきますが、私もですね、もう皆さんと同じように悩んでる一人ですね。皆さんのコメントの中で自分が何が似合うかわからなくなりました、自分がおしゃれ迷子ですみたいなことをねおっしゃってる方いらっしゃいますけれども、まさしくねそういうふうに陥る年代、50代以降っていうのはそういう年代じゃないかなと思います。60代以降70代になるとね、自分スタイルをしっかりと持ってるおしゃれな方がたくさん多いような気がするんですよね。50代っていうのが一番ちょっとあれって思う時期なんじゃないかなって個人的には思ってます。40代ぐらいまでは肌の色艶もよくって流行を追っかけてもそれなりに似合う年齢だったと思うんですよね。50代になるとそれがだんだんとお肌とか髪質とか体型も含めて老いの第一歩っていう形になってくるので、それまでのファッションっていうのが違和感があるようにね感じてくると思うんですね。そこにマッチさせて自分のスタイルをきちんと持って、自信を持って前向きに生き生きとおしゃれを楽しめばいいんですけれども、そこまでに悩みがね多くなってしまうっていうことがねよくあると思います。そんな時にね、私はね割とどんなことを考えて自分スタイルをキープしてるか、キープできてるかどうか分かりませんが、その考え方をね皆さんにシェアしたいと思います。私の自分スタイルの見つけ方、一つ目は自分のなりたいイメージ、自分の好きなイメージを形容詞でしっかりといくつか持っておくということです。これはね書き出した方がいいかもしれないですね。例えば私でしたらばシンプル、エレガント、インテリジェント、フェミニン、こういったワードかなと思うんですね。女らしいとかシンプルであるとかエレガント、女性らしいエレガントさがある、そしてインテリジェント、知的で上品であるという、そういったところがキーワードかなと思います。選んだりする時にその形容詞を意識して選ぶっていうと割と全体的に統一感があるものになっていくのかなと思います。例えば髪型なんですけど、今の流行と比べると分厚い感じだと思います。もう少し薄めにして形が今流行ってると思うんですけれども、私の場合は薄くするとすごく癖が出てぐにゃぐにゃになるんです。ですからある程度の分厚さで、これはクラシカルっていうか昔からあるスタイルの髪型にしています。癖毛なんですけれどもね、カールをしてるっていうところで、ここはやっぱりまっすぐよりかフェミニン、エレガントな感じじゃないかなということで、髪型、自分の似合う髪型、あるいは自分がなりたい髪型を自分でちょっと意識してですね、ちょっと膨らましたりなんかしてね、少し動きがある方がフェミニンだったりエレガントだったりするかなっていうことで、髪型もそういうふうに意識しています。例えば洋服でしたら今日なんかは光沢のあるブラウスにジャケットっていう形でとてもねシンプル、ネイビーにホワイト、シンプルなスタイルにしています。自分の日常生活ってどういうことで回っているのかっていうのを一回書き出したらいいですね。例えば私でしたらばセミリタイア生活で YouTube を仕事として今は生活をしているという生活スタイルです。ですから食事は全て家の中で食べてたり、編集作業を家の中でやったり、たまに編集作業をカフェに行って自分に緊張感を持ってね編集するために外に出かけたりしてるっていうようなことがあります。だいたい毎日がそういう形で回っておりますね。要するに何が言いたいかと申しますと、自分の生活スタイルの中で何が必要かっていうことが明確になってくるんですよね。例えば
会社員で毎日通勤している人でしたらば、ほとんど一日の大半を職場にいるという状態なんですよね。そうすると仕事着、通勤着、人に目に触れる洋服っていうものがある程度量があるでしょうし、それを一つの中心地にして、そしてそれ以外が余暇っていう形で考えるワードローブになるかもしれません。私の場合は全てが余暇っていう感じですので、YouTube の時はね、あまりにも家にいる普段着のままではいかないので、ご紹介させていただいた好きなものとかをですね YouTube で着て、 YouTube 用に必要な洋服、そして普段の家での生活、そしてワンマイルウェア、このぐらいしか私の場合は必要ないんですよね。なので生活スタイル、自分は毎日何をしているか、土日は何をしているかっていう生活スタイルを書き出すことによって、どんなワードローブが必要か、またどんなワードローブが必要ないのかっていうことをね、自分で明確にすることができます。必要なものと必要でないものっていうのが取捨選択されていくんじゃないかなと思います。そしてその残るものっていうのがまた自分スタイルの中で先ほどの形容詞に当てはまるか当てはまらないか、当てはまらなかったらば小物で当てはめるようにするかなとか、いろんな工夫ができると思います。はい、3点目ですけれども、先ほどもね取捨選択っていう言葉が出ましたけれど、必要なものをきちんと自分で明確にしておくということですね。クローゼットの中たくさん洋服がありますけれども、自分が結局生活スタイル、実際よく使う洋服はどれか、それはよく使うアイテムだからイメージは別として必需品なんですよね。その必需品以外の部分の洋服を一つ一つ出してみてね、それを着た時の気持ちや気分やバイブ、これを考えてみてください。自分はこれ着るとすごくね華やかになるから好きなのよとか、自分の気持ちとか出てくると思うんですね。一つ一つ具体的に確認をしていって、本当に必要ないなと思うものは古着に出したり再利用に出したりして、クローゼットをクリーンアップしていくっていうのも必要だと思います。で、自分のスタイル、何着ていいかわからないっていう場合は余計なものがありすぎるっていうことも一つあると思うんですね。いっぱいあるけど着るものがないっていう状態ですね。そういう状態をすごく避けることができますので、すっきりしたワードローブ、必要なものと自分の気分が上がるもの、それだけを残したワードローブにすると、あんまり着るものが迷わないっていう利点もあると思います。最後、流行に過度に流されないということですね。若い時はいいんですよ。全身流行でもいいんですけれども、私たちの年齢になってくると全身流行で固めるとかっていうのはね、相当おしゃれな上級者じゃないと難しいかもしれませんね。流行を追いすぎるがために自分のスタイルっていうものを見失ってしまう。自分が本当はせっかく似合うスタイルがあるのに全然似合わないものを着ているっていうことになる可能性もあります。ですから流行は少しだけ取り入れる、どこか1点だけ取り入れる、あるいは取り入れなくても自分に似合うスタイル、自分が似合ってるなと思える、自信が持って背筋が伸びるようなスタイルをしていくと、それは流行でなかったとしても素敵なファッションじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。自分スタイルの見つけ方、オトマトバージョンということなんですけれども、割とね書き出すっていうことはね、頭の整理ができていいんじゃないかなと思います。具体的に自分の生活スタイルや自分の好きなスタイルを客観視するっていうのもね、一つ方法だと思いますので、ぜひぜひやってみてください。また自分の似合う色なんかをね調べていただいたりするのもいいんじゃないでしょうか。一つの参考としてすごく似合ったり輝いたりすることにつながってくると思いますので、そういうカラーを調べるっていうのもねいいんじゃないかなと思います。自分の老いを前向きに捉えながらおしゃれをいつまでも楽しんでいきたいなというふうに考えております。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしております。もし気に入っていただけましたらば高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画ですぐにお会いいたしましょう。ではまたね。バイバイ。